Okay. Today's title is How to Fill a Void in Your Heart. Here we go. Hello, this is Yasuyo. I'm a life soul designer. Today's topic, 孤独感の埋め方についてです。じゅこちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今日はなんかちょっとちょっと難しいお題でもあると思うんですけど、孤独感っていうことについてお話ししたいんですが、はい。特に今回ねパンデミックがずっとなんだかんだ今1年経ちましたよね、始まって。なのでこの孤独感をやっぱり感じざるを得ないような人とのね距離を取ったりとか、する。しかもでももっと言えば同じ家にずっとみんなで過ごすっていう期間も増えたじゃないですか。はい。でもそうなのに逆に孤独感が募るみたいな風な感覚に陥ってる人も多いかもしれないですよね。そうですね。これはなんでなんだと思いますか？例えば純子ちゃんだったら。なんか私は個人的にはそのパンデミックがあってからの方が、その自分自身と対話せざるを得ないような状況になったから、それで自分との関係を少なからず深めてきたように思うんですね。で、でもその過去にそのパートナーがいたりとかと両親と一緒に住んでいた頃とかの方が逆に孤独感を感じることがあったなっていうことがなんか不思議だなと思ったんです。その状況に必ずしも比例しないというかね。なるほどなるほど。わかりました。ですね。これは物理的な話ではなくて、物理的っていうのは人がいつも自分のそばにいるから孤独ではないっていうその距離感的なね、物質的な話ではなくて、本当に目に見えないその人がそばにいようといまいと自分は満たされているっていうか孤独ではないっていう風に感じれるタイプと、人がそばにいても人がそばにいなくてもなんかその物理的なところでは埋まらない自分の隙間みたいなものがあるっていう人と分かれてくると思うんですよ。はい。なのでその自分の近くにいつも誰かがいるがその寂しい孤独である何か距離が縮まらないみたいな風に感じてらっしゃる人っていうのが、やはりその隙間が埋まらないので孤独を感じやすいってことになると思うんですけど、でこのじゃあ隙間、この距離が縮まらない感じっていうのは何なんだろうねってことだったんだよね。そうなんですよね。そうでこの距離感っていうのは、一見して外のその人々と対自分の距離感みたいな風にみんな感じると思うんだけど、実はこの距離感っていうのは自分との関係性の距離感だっていう風にまず捉えてみると、ちょっと分かりやすいかなとは思うんですよね。そうですね。で自分との関係性の上での距離感ってどう説明したらいいのかなと思うんですけど、言ってみれば自分の声をやっぱりいつも無視したり、自分は嫌だよって言ってんのに、外側が求めるからそれでもやっちゃうとか、こう自分の中では絶対右なのになんかみんなが左行ってるから左行くとかね。だからとにかく知らず知らずのうちに
自分に合わせる、自分の声を聞いてそっちを選んであげるっていうよりか、外に合わせていくっていうことを私たちってなんとなくずっとやり続けてきたし、うん。外に合わせた方がうまくいくって思ってるっていうか、うん。うん。で、それをずっとやり続けていくと自分との距離感がどんどん開いていって、すごく寂しい自分との関係がとても孤独な関係性であるっていう風になっちゃうっていうのが、いわゆる孤独感が、いつも隙間が空いていて、なんか距離を感じるっていうのは、こういうこと、こういうメカニズムでそういう風になっちゃうんじゃないのかなっていう風に私の中は捉えてますね。そうですね。本来の自分から離れた分だけ、なんか空虚感が増すような感覚そう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 。うん。で、ずっとそれでもやっちゃうと、本来の自分の場所っていうのすらわかんないから、だからその、本来の、よくほら、本来の自分に戻ってくるとか、本当の自分を生きるとか、なんか本質に戻るとか、いろんな言い方あると思うんですけど、その何が本当の自分で何が本質なのかすら、距離が本当に遠くなればなるほど、どうやって戻ったらいいのか分かんないって感じになっちゃうんですよね。戻り方すら分からないぐらい距離が離れちゃうっていうか。だから自分の距離感って人それぞれ違うと思うんだけど、だいぶ遠くまで行ってる人もいるんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。もう遥か彼方遠くまでその自分と離れちゃっていて。で、そういう人ってどんな感じかなっていうと、やっぱり、例えば、人の目がすごい気になるし、自分の言うことを一言一言にすごい敏感になるし、自分の言うこと？そう、自分がなんか発言して、なんかこう、嫌われないようにしなくちゃ。言った後に、あんなこと言っちゃって嫌われたんじゃないかとか思うことありましたね。そうだよね。だから常に、その、周りに、ちゃんと大丈夫かな、合ってるかな、私みたいな感じの状態が続くというか、だからいつもビクビクしてて、なんか怖いっていうか、人が怖いし、その状況が怖いし、なんか変なになっちゃったら嫌だなって思ってるし、間違いたくないと思ってたりとか、だからやっぱ相談とか聞いてると、その本当に自分が思ってることと、自分が、発してる言葉と、なんかバラバラなんですよね、とても。バラバラ感がすごくあって、まあバラバラ、自分の言ってることとやってることがバラバラだっていうことは自分と離れてる状態だからそうなるわけで、自分とぴったり一致してれば言うこととやることとピタッて一致するに決まってるんだけど、離れてる状態がどんどん広がれば広がるほど、思ってることと言ってることとやってることが全部バラバラになっちゃうみたいなね。この状態が、まあ、隙間が空いてる状態っていう言い方もできるし、なんか心にぽっかり穴が開いたような状態っていう言い方もできるし、自分のことがよくわからないっていう言葉にもなったりするかもしれないですね。それを積み重ねて長年やればやるほどどんどん離れちゃうっていう感じなんですかね。そうです。そう。でももう自分が離れてることすら、どの自分が本当の自分なのかもよく分かんなくなってしまうっていう感じもあります。そこの本当の声が聞き取りにくいというか、そうね。長年自分の声に耳を澄ませてないから、もはや自分の声を聞き取るっていうそこの力すらもう失ってる感じっていうか。
なるほどね。それぐらいまでなっちゃうと、それは当然孤独を感じますよね。孤独感強いし、まあいろいろな意味でストレス、他にもいろいろありそうな気がしますね。ありそうだよね。結局その状態ってずっと自分を無視し続けてるっていうことになるから。だから無視されるって本当に辛いじゃないですか。そうですね。でもなんか自分自身には案外やっちゃってる人が多いよねっていうことです。そうですね。そう無視してるつもりはないんだけどね。外の声を拾うのに忙しくて。でもきっとその中の内側の自分は、なんかこうきっと SOS を出してるというか。出してる。だからそれが体に出たり、そうですよね。肌に出たり、まあ頭痛とかそういうのも全部含めてね、信号は出してますよね。はい。なので、なんかここら辺だから今回のパンデミックでね、家族で家で過ごす時間が増えたけど、なんかそれがうまくなんていうの、距離が縮まれば縮まるほど余計になんか溝がこう広がっていっちゃうみたいな風な感じの人も多いと思うんですよね。だから今までだったらあまり距離があまりこう一緒にいる時間が少ないから孤独なんじゃないかって思い込んでたけど、一緒に過ごす時間が増えても孤独が埋まらないっていうことを知るっていうかそっちの方がねもっと苦しいんだよね。そうですね。一緒にいるのに孤独が埋まらないって本当に辛いですよね。辛いですよね。でもそれを知っちゃうわけじゃない。だからここのテーマとしてもう自分と向き合わざるを得ないっていうその状況が今、世界レベルで全員に起こっている状態だよねってことですよね。はい。まあでもそこから一歩一歩、そこの空白を埋めていく、自分との関係性を深めていくには、自分本当はどうしたいのかを他人の声よりも尊重することを始めるっていうことですかね、逆に言うと。そうですね。なんかこう、私はもうなんていうそっちが当たり前だから、そうじゃない人に対してじゃあ具体的に何をやったらいいのかっていうことを伝えるときに、すごい初歩的なことからやっぱり一つ一つ教えていかないとやったことない人にとってはやっぱ分からないから、本当に些細なことだね。だから例えば今食べたいのか食べたくないのかとか、なんかこう気分が乗るのか乗らないのかとか、今からやろうとしてることは本当にやりたいのか、周りが望んでるからやらなきゃいけないからやるのかとかさ。なので自分と向き合ってこなかった人たちが自分と向き合おうとすると朝から晩まで多分忙しいんですよ。ずっといちいち聞いていくことが必要とされるから。だからでもそれをそうだね、なんかやる価値があるっていうか、それをやってあげることでやっと自分とぴったり、波長が合ってくる、自分が一番何が喜びなのか、どうしたいのか、どう生きていきたいのかっていうのが、やっぱそこをしないとそれがわからないってことなんですよね。だから孤独感を埋めるために何かやるとか、孤独感を埋めるためにどっか行くとか、なんかそれをやり続けてる限りは本当はどうしたいのかっ
っていうよりも孤独だから選ぶみたいな風になりやすいじゃない？でもその状態から選んでるものって埋めたいから選んでるから、本当にやりたい、その自分がぴったり自分と波長があって初めて選んでるものとはやっぱ違うものを選んでることが多いんだよね。だからずっと迷い続けて、さまよっちゃうっていうか、なんかどれをやっても埋まらないみたいな感じになっちゃうんですよね。だからそういうそのチョイスの仕方をするんじゃなくて、まず一旦自分のその本来の自分の波長に戻っていくことから始めようっていうのが、いつも言ってる、いろんなシリーズで言ってる大事なポイントになると思うんですけど、なのでやっぱ孤独感がどうしても埋まらない、なんか溝があるって感じてる人は、間違いなく自分自身との関係性が、その距離があるっていうことが、のお知らせだっていうふうに捉えてもらえると、やっぱりここやらなくちゃいけないんだなってことに気づいてもらえるといいなと思います。そうですね。そう。で、これから純子ちゃんって今新しいちょっとプログラム作ろうと思ってるやつの話にもちょっと似てるおすすめだなと思うのは、自分と向き合うってなんか苦しいような作業なような気がするような、だから向き合いたくないって思ってる人が多いと思うんですけど、楽しくできるっていうのがこれからすごい大事なポイントかなと思います。そう、確かに今なんかその、自分の声をちゃんと拾ってあげる、自分がどうしたいか聞いてあげるってすればするほど、こう自分と近くなれるとか、仲良くなれるとか、自分が満たされるとしたら、なんかそれも自体がすごい楽しいプロセスだなと思いました。そうですよね。そう。だからより自分と楽しく、自分自身と楽しくいいベストパートナーとして、これからを楽しんで生きるためにこれをやるんだから、別に苦しいやり方をするんじゃなくて、楽しい方に導いていけたら私はいいなと思っています。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.